やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、トリポーインオリナ。最初にぶっちゃける、理想的すぎてどっから突っ込んでいいのかわからない。このトリポーインオリナが生まれた流れについて軽く触れていこうか。トリポーインはコストパフォーマンスの良いケーブル、イヤホンを多数販売しているブランドで、代表作は、このオリナと兄弟関係にある、トリポーインミール。トリポーインには他にもイヤホンが色々属しているんだけど、基本的には飛び道具や、好む人の層が明確な、ターゲット層の狭いイヤホンが多い気がする。実質ボブマーリーが縦方向に飛び回ってるように感じる TC1 とか、LCP の美味しいところを引き出したトリポーインリーなどなど、低価格ながら、高価格帯のイヤホンに食らいついていける魅力的なモデルが多いブランドの印象だな。今回紹介するオリナの直系の先輩にあたるミールは、この傾向を外部の人に監修してもらうことによって解消したモデル。それでいてお値段は5000円ちょっと。ぶっちゃけ、個人的には、今5000円台で一番おすすめしたい1ダイナミックドライバーイヤホンだ。今回紹介するオリナと、オリナの兄弟である、トリポーインミールを監修したのは、HBB。この HBB のチューニング、僕の好みとぴったりと合う。明瞭な感触傾向、はっきりと出力される高音域、若干弾いているものの、ボーカルなどは明瞭な中音域、そして派手ながら他音域を食っていかない低音域、これが圧倒的完成度で5000円で購入することができる。もうミール買って優勝なんだよ、本当に。もちろん、感触傾向よりボームな音が好きな人には、リーという選択肢もあるんだけど、少なくとも、現代的でソリッドな音が欲しい人は、このミールが今一番おすすめだ。オリナの動画だよなこれ？こんなにミールの名前が出てきているのは、オリナがミールに非常に近い兄弟モデルだから。この2社は寸法、ドライバ直径、リケーブル周りのギミック、形状などを共有し、しかもどちらもアルミ製のハウジングと素材まで共通だ。違いは外装の仕上げが高級モデルな分リッチになってることと、それから、豪華なケースがついてくること、そして何より、振動板が変更になっていることだ。ミールの時点で妥協は感じられないんだけど、それでもその先に行きたいなら、このオリナを掴む価値はある。そんなわけで、共通の外装から見ていこうか。オリナの外装は、以前発売された、トリポーインミールと共通だ。アルミ製のハウジングに、ジュエルシールが貼り付けられたデザインで、シンプルながら質感は良好。素材の血が出ていたミールよりもハイエンドなオリナは、表面に加工が施されていて、より高級感を感じる仕上げになっている。ただ、どちらも軽量なアルミニウム製。軽量ながら、その音色に対する影響は大きく、また装着感も良好で、余計な接触や重量がない、長時間使っても疲れにくい形をしてると言えると思うな。ベントは耳の内側部分と上方に合計2つ。ここもミールと同じで、外装の形状的違いは全くない。背面の装飾と、本体がガンメタリックに変更になってるくらいだな。ポーチの加算と表面仕上げのアップグレードのおかげで、価格差は感じることができる。加えて、内装の差がこの価格につながるわけだ。先に出たモデルとそっくりなんだけど、装着感やケーブルなどに問題は感じなかったので、最初から完成した構造を共有する、というイメージで購入するなら納得できると思う。国内メーカーだと、ファイナルの E2000 と3000ないし、E4000 と5000のように、一部部品の材質や精度などの差でラインナップされているものの、かなり近い音色を持つモデルたちみたいな関係性、と思えばよろしい。ミールとオリナは外見的には、本当に高級感の差しかなく、外形や素材などに関しても完全に鏡写しだ。とはいえ、フェイスプレートのエッジ部分などが明らかに丁寧になってるのは伺えるぞ。そんなわけで、外装白黒にしたら見分けがつかなさそうなミールとオリナ。その最大の違いは、内装にある。ミールはグラフェンコーティングされた、10mm のダイナミックドライバが採用されてる。そして、オリナは振動板の素材が違う。オリナに採用されているのは、CNT、カーボンナノチューブ、と言われる素材。文字面で見ると全然違いそうなんだけど、実はこの2つ、同じカーボン系の素材だ。どちらも感触傾向が強く、全体がハキハキとした雰囲気の、明瞭なイヤホンができやすい振動板だな。実のところ、この2つのイヤホン、雰囲気も酷似している。細部にこだわったことと、ドライバの素材にさらにこだわったこと、それがミールとオリナの価格的な差なんだ。多分知らない人がこの2機種を見て、聞き比べても、もしかしてカラバリーと思うくらいに方向性も仕上がりも近い。じゃあ同じなのと思うかもしれないけど、これが実は同じじゃないんだな。
そうそう、ケーブルも完全に色違いに見えるんだけど、ミールは純銅線、オリナは銀メッキ純銅線が使われている。こういう細かいところでも差別化されているので、オリナとミールは筐体が共有、ドライバーサイズも共通だけど、銀メッキと純銅のケーブルの違いや採用振動板の差など、近くて絶妙に遠い距離を保った2台というわけだ。それでも、ミールとオリナは近い。まずはミールから挑戦してみるのがいいだろう。その上でミールにドハマりしたら、ぜひともオリナにステップアップしてほしい。って感じだな。そんな純粋アップグレードなオリナなんだけど、やっぱり基本的なチューニングはミールに非常に近い。カリカリに出るけど絶妙に刺さらず辛くない高音域、若干後退しているけど、きちんとボーカルが主張する中音域、そしてがっつり出るけど、他音域に干渉しない低音域だ。さらに空間も広めで、きちんと距離や響きを感じられる空間表現。やっぱりいつ聴いても5000円級の1ダイナミックドライバー最強の1台なんじゃないかと思う。そんな偉大すぎる低価格モデルを、オリナが超えられるのかというと、劇的な違いはない。ただ、5000円のイヤホンだから、と諦めていた。いくつかの音がしっかりと整って、全体から浮き出さない印象を受けた。基本的なバランスは全く変わっていない。その上で、低価格っぽい粗さを、音、外装ともに取っ払ったのが、オリナなんじゃないかな。左右両耳にそれぞれオリナとミールをつけて聞き比べてみた場合、正直明確な違いは生じない。本当に少ないんだけど、ミールとオリナを聞き比べた時に、曲中の低音や高音の量感がより安定するのがオリナ。時折ちょっと元気になるな、と感じるのがミールだ。なので、オリナは、ミールから丁寧にトゲを抜いたような存在で、アップグレードされた他パーツ込みで、そのグレードアップに価値を見出すかどうかが聞き比べの指標だろう。オリナのコスパは決して悪くない。ミールのコストパフォーマンスが狂ってるだけで、オリナも最初から1万円で出てたら、1万円台の安牌になったんじゃないかな。オリナはわかりやすく楽しくて、それでいて他の音を邪魔しない音色を持っている。これはミールと同じなんだけど、より完成度が高まったものがオリナだ。高音域、低音域の一部の音で抑えきれなくなって前に出てくる音が、下位モデル、ミールにはある。ぶっちゃけ、ミール単体で聞いてると気づかないレベルの主張なんだけどな。でも、それを丁寧に潰した、価格分のアップグレードを感じられる上位機種。それがオリナだと思う。オリナの動画で申し訳ないんだけど、でも本当にミールが素晴らしい。そして、その素晴らしいモデルにあともう一歩、最後の仕上げが入ったものがオリナだ。その素晴らしいポイントは、ミール、オリナともに近いので、ここは同じ部分が素晴らしいポイントだから、とどちらかを購入するのがいいと思うんだけど、ミールとオリナの買い方は、まずはこの僕もベタ褒めしているミールから触ってみて、ミールの素晴らしさにそれでもオリナも買ったらどうなっちゃうんだろう。と思ってる人が、オリナに手を出すべきだと思う。オリナとミールの際は、より完成度の上がった音色と、それから若干さらに空間が広く正確に感じられるようになったことか、より自然で、より集中できるのに、非常に空間などの拡張感は強い。その差は本当に小さなものなんだけど、だからこそ、この価格差を出してまで欲しくなる人がいるはずだ。ちょっとせっかく評判だったミールとチューニングが違ったらどうしよう、とか不安にしてたんだが、そんなことはない。ほぼミール 1.05 くらいのアップグレード。微妙だけど、確実に前進しているし、完成した低価格を前に進めるためにこれだけのコストが必要だということを噛み締めよう。全体的に、このイヤホンはミールのアップグレードだ。明瞭な高音域、ミール同様若干弾いているはずなのに、ほぼほぼフラットにも聞こえるくらい絶妙な高中低音のバランス感、そして、いかにも低価格だった外装の仕上がりをアップグレードしたものが、このオリナだ。個人的には、まずミールで優勝してほしい。ぶっちゃけオリナはミールのエンドコンテンツのようなもの。ただ、本当に微妙な違いに過ぎないんだけど、確かにミールよりも進歩している。その微妙な違いこそが、オーディオマニアの求めている改良なのかもしれないな。何度も繰り返すんだけど、本当にミールは偉大な1ダイナミックドライバーだ。このイヤホン、ミールの高級バージョン、という立ち位置で間違いない。日本でいうところの、ファイナル E2000 と4000の違いみたいなもんだ。より高級な仕上げとドライバーのアップグレードが施されたモデルで、目指してる音は完全に一緒なんだよな。E2000 と E4000 はドライバーの違いは選別品とかそういう差なんだけど、ミールとオリナは、振動板素材からアップグレードされているのは、各ブランドの性格が分かって面白いところでもある。というわけでまとめてみようか。ミールは感触ドンシャリ好きに手放しでおすすめできる5000円イヤホン。そのミールの5000円という価格のために選んだパーツに、もっとお金かけていいのか、したのがオリナ。ぶっちゃけ、ミールがゴールになる人も多いと思うんだけど、予備が欲しいと思うなら、オリナにステップアップしちゃうのもありだ。また、1万円クラスを日頃から買っている人なら、最初からオリナに行ってもいい。ミールと大まかなラインは違わない。
その上で、より品質を上げたモデル、左右の耳にそれぞれ別のイヤホンをつなげても、違和感を感じないくらいチューニングも近い。より音色が正確になったことによって感じられる、空間の広がりと、それから神経をバリバリに割いて聞いた時にだけ感じる、若干のちょっと味付きすぎてるな。という音のムラを解消したもの、より丁寧なミール。それがオリナだ。コスパよりも、ミールが自分のゴールと感じた人に、トリポーインの外を見渡せば、豪華版のオリナでもコスパが良い部類であることを再確認しながらポチるのは正しい選択だと思うんだ。おすすめだしおすすめってことはおすすめってことだぞ。と、こんなところだな。なんかテンションがおかしくなってるけど、大好きなミールのアップグレードがそのまんま来てくれて僕は嬉しいよ。誰も求めてないイメチェン上位機種は求めてないんだ。これでいいんだよ。これで。そんなわけで幸せを噛み締めつつ今回はここまで。